それでは、柴崎と一緒に描いていきましょうね。まずは、フラット塗りと重ね塗りの技法を使って描いていきましょう。はい、それでは早速ね、フラット塗りと重ね塗りについてやってみたいと思います。まず、お水をたっぷりと用意しましょう。このくらいですよ。十分お水が必要となります。そして、そのお水に色を溶いていきます。ということは、たっぷりの絵の具、たっぷりの色が必要だということです。さあ、たっぷりの絵の具は用意できました。これを太めの筆に十分含ませて、次は紙の上ですね。こう塗りたいとこですけども、ここでまずは色を紙の上に置いていきましょう。こうですね。そしてその色を優しい筆使いで軽く広げていきます。塗るというよりも広げるという感覚です。こうですね。下に流れてきた色は筆先で軽く吸い取って、もういじらない。ここが大切なポイントですよ。しばらく見ています。そうすると、紙の上で色が一人に広がっていく。これが実は透明水彩の特徴なんですね。はい。では、色が広がったところで乾かしましょう。フラット塗りはきっと上手にできると思います。このフラット塗りはね、とても重要な透明水彩を描く上での第一歩となる技法です。どうしても水と紙で描く絵ですので、紙がですね、こうたわんでしまうということがよくあるんですね。それを防ぎながらきれいに色が塗れる。それはこのフラット塗りの技法をしっかり身につけるということからできてきます。さあ、ではこのフラット塗り。ではこの上から同じフラット塗りで異なる色を重ねてみたいと思います。紫でやってみますよ。これもフラット塗りです。ということは、たっぷりの色で塗って、一度塗ったらもういじらない。見ているということでしたね。さあ、どうなるでしょうか。では、乾かしてみましょう。ブルーの上に紫を重ねてみた。紫の色の下にブルーが透けて見えますね。これが重ね塗りのとても大切な目安です。下根の色がしっかり透けて見えるということですよ。では同じ色をもう一度塗ってみますね。はい、塗ります。塗りながら今度は何遍も塗ってみましょう。つまり、いじりますというわけですね。はい、何遍も筆を動かしましたよ。そしてそれを乾かしてみましょう。はい、乾きました。さあ、どうなったでしょうね。こうなりました。右の部分に比べて下のブルーが透けて見えにくいですね。つまり、いじり回すとこのように重ね塗りがうまくできないということです。ここが大切な透明水彩の第一歩となるポイントです。たっぷりの絵の具で塗る。そして塗ったらいじらない。広がっていくのを待つ。重ね塗りも同じ考えで色を重ねる。というわけです。さあ、では今度こちらにイエローのフラット塗りをやってみましょう。はい、塗りました。綺麗な色ですね。ではこれを乾かします。
方です。この上に、また重ね塗りをしてみますね。いろいろな色を試してみましょう。まず最初の塗り色は赤です。はい。一度っきりで塗りました。ね。何遍もいじってないですね。どうでしょうか。下の色が透けて見えにくいですね。これは2つ原因があって、下のイエローが明るい色だからということと、上から塗った赤が下に塗ったイエローと同じような色だったから透けて見えにくいんですね。今度は紫を薄めて塗ってみました。薄い色で塗ると下の色が当然透けて見えます。今度は緑ですね。これもあまりはっきりとしないけども、透けて見えるというわけですね。そしてブルーです。ブルーは随分はっきりと透けて見えますね。しかもただ透けて見えるだけではなくって、ブルーとこのイエローが重なった部分を見ると、緑のような色になっていることに気がつきます。つまり重ね塗りというのは、その色同士を混ぜた色に結果的になるということですね。ではちょっと暗めのグリーンにしてみました。これも透けて見えますね。そして暗めのブルー。これもはっきりと見えてきます。これは黄色という最初の色に比べて、ブルー系の色は比較的異なった色だから透けて見えるんですね。今塗ったのは明るい茶色ですから、黄色と同じような色なので透けて見える効果が弱いというようになります。つまりどんな色同士を重ねたらはっきり透けて見える効果が出るのか、この現象でもわかると思います。これがフラット塗りと重ね塗りの効果でした。このテクニックをまず活かして絵を描いてみると、きっと楽しい絵が出来上がると思います。はい、出来上がりです。では、先ほどのね、フラット塗りと重ね塗りの効果を活かした絵を実際に描いてみたいと思います。フラット塗り、重ね塗りですので、描く要素をですね、比較的わかりやすいものにしたいと思います。ちょっとお家を描きますね。ここにお家です。ちょっと煙突なんかも描こうかな。そして後ろのこれ樹木ですね。はい。画面左にも大きな樹木をちょっと設定しますね。そして円形の山です。こんなんでいいかな。はい。これは遠くの風景の部分ですよ。ここに、細いちょっと小川を描きますね。ちょっと山とうちの関係少し直しましょう。ですね、この丘の上に乗ったようにお家を描きますね。はい、この方が多分表現も分かりやすくできると思いますのでね。はい。山との関係がもうちょっとスッキリした方がいいかな。はい。で、煙突ですね。で、円形の山です。で、手前の樹木ですね。はい。円形の森ですね。それで手前の大きい樹木をここに描きます。こんな感じです。で、この川岸にはですね、大小の岩をちょっとここに並べて表現してみたいと思います。手前にも大きな岩をちょっと置いてみましょうか。面白いきっとね、重ね塗りの効果を出せるかなと思います。で、ここに、小道ですね。お家に続く道です。
窓ですね。窓とかドアをちょっと設定しましょう。こんな感じです。はい。では早速ですね、塗ってみます。まず明るいブルーで空のフラット塗りです。ね、フラット塗りの、大切な表現ね、覚えてますね。たっぷりの絵の具で塗ったら何遍もいじらない。自然に広がるのを待って乾かす。これがフラット塗りのコツでしたね。では、手前の丘を今度は黄色で塗ってみたいと思います。ここもフラット塗りですよ。さーっと塗って、絵の具が一人で気持ちよく広がるように、そしていじらない。ここでしたね。はい。では次々と同じテクニック、フラット塗りで塗っていきます。少し明るい緑がかった色で円形の今フラット塗りました。今度は手前の草原。今度は緑で塗りますよ。筆数を少なく塗っていることに気づいてくださいね。はい。こちらも同じ草原なので、黄色のフラット塗りです。では、乾かしましょう。お家の脇の木々を緑のフラット塗りでまず塗りましょう。画面にこう流れるぐらいたっぷりの絵の具がありますね。はい。そして遠くの山ですね。少しだけ暗めのブルーでさっと塗って絵の具を大きく広がったら塗り終わりです。近くの山はもう少し暗い色で、もちろんここもたっぷりのこの色ですっと色を広げて終わりになります。こうですね。はい、できました。このフラット塗りがね、上手にできると本当に色の扱い綺麗でしょ？では今度は山の上に色を重ねましょう。重ね塗りですよ。少しだけ暗めのブルーを重ねていきます。たった一色をこう重ねるんですけども、これによって山の形が断然違って見えてきますね。実は重ね塗りというのはこんな効果があるんですね。はい。では、円形の丘の部分ですね。暗くくすんだ色で重ねて森を描きましょう。そして暗めの緑を重ねて影を描いていきます。それぞれ単独の色をフラット塗りで重ねているってことに注目してくださいね。いじりすぎないようにしましょう。今度はこちら側の木の右側面に暗めのブルーを塗っていきます。木が立体的になってきたでしょ？そうなんですね。どんな色を重ねるかにもよりますけども、それによって遠近感だったり、立体感だったり表現できるというわけです。では今度はお家です。まずこのようなオレンジ色でフラット塗りをしてみたいと思います。こうですね。たっぷりの絵の具ですよ。はい。さあ、建物のフラット塗りができましたので、
今度は少し暗めの色を重ねていきます。ちょっと面白くなったでしょ？でも、ね、あまり何面もならないっていうことでしたね。でも屋根もちょっとだけ違う色を重ね塗り、つまりフラット塗りのテクニックで重ねます。こうです。さあ塗りました。屋根ができましたよ。では今度こちらはですね、暗めのブルーと茶色の混ぜたような色でここに重ねていきます。お家が急に光を浴びて立体的に見えてきたかと思います。煙突も同じですね。単純なフラット塗り、そしてその重ね塗りなんですけども、そうすることで遠近感だったり立体感だったりが簡単に表現できるということになります。これは下地となる塗り方がフラット塗りだったからこの効果がわかりやすく出るんですね。ではここですね。お家に至る道の部分です。ここも小さいフラット塗りですよ。ここに石橋を描いておきましょうか。ではこの木々にもこちらに少しブルー系の色を重ねてあげます。こうですね。これで木に立体感ができてきます。たった一色を重ねるだけなんですね。はい。ここにちょっと暗い木を描いてみたいと思います。これで黄色い丘がはっきり見えてきたでしょう？こうですね。この割り切ったフラット塗り、いわゆる平塗りという方法なんですけども、それから割り切った重ね塗り。これが絵の基本としてどのくらい大切かということが、これでお分かりになったかと思います。ちょっと窓なんか入りましたよ。はい。そして、またこの山の部分ですね。一色、暗い色一色で重ね塗りです。これでこの山ですね、ずっと豊かな表情が出てきます。このようにですね。はい。では、ここ、ね。綺麗な小川が流れています。また、ここも水色でフラット塗りですね。はい、乾かしましょう。この色をちょっと建物の窓にも加えておきますね。絵が楽しくなってきたでしょ？はい、ここにもちょっと加えておきましょう。このように周囲に使った色を重ねてみるというのは良い方法ですね。では、ここ岩の部分、茶色のまずフラット塗りです。次々とこう塗ってますね。これはその茶色をたっぷりパレットの上に用意してあるから、このような塗り方ができるわけです。その都度色を作るんではなくて、一つの色をたっぷりまず用意しましょうね。はい。岩の色がフラット塗りできましたよ。これを乾かします。では、画面左側のここに大きな樹木がありますので、暗めのブルーでこのようにフラット塗りです。そしてさらに暗い同じような色でこのように重ね塗りをします。さあ、樹木が
ね、しっかりと手前にある樹木として見えてきたかなと思います。これは後からこの樹木ね、大切な役割をしますので、しばらくね、注目していてくださいね。で、それと同じ色をここに重ね塗りします。岩にもうんと暗めの黒を混ぜた茶系統の色を重ね塗りですね。下の茶色が透けて見えますね。はい。これで岩の立体感が見えてきます。乾かしましょうね。はい。ではその上に、今度は赤系統の色をところどころ重ね塗りします。同じ色で、右と左の木の幹や枝を少し描いておきます。重ね塗りしたところが、最初の色がちゃんと透けて見えていることに注目してくださいね。さあ、こんなタッチで重ね塗りして、この小川の水の流れをちょっと表現しています。こうですね。だんだん楽しくなってきたでしょ？では、いらない鉛筆の線をちょっと消しますね。ちょっとこんなものをね、描いたりして、絵を楽しくしてみたいと思います。こうですね。はい。はい、こんな感じでですね、日陰の部分をブルーの色を重ねました。この辺になんかちょっとお花が咲いてるようなですね、赤っぽいピンクっぽい色で、重ね塗りです。小さい重ね塗りですね。はい、次々と重ねていきましょう。でもいじりすぎないので、最初に塗った色がちゃんと透けて見えてると思います。こうですね。はい。またここも暗い色を重ねていきます。そして、その木の色を下の方までずっと下ろしていきます。こうですね。さらにこの色を、こういう部分にですね、重ね塗りしていきます。こうですよ。あまり何遍もいじらないことが重要でしたね。最初に塗った色はちゃんと透けて見えてる。ここが重ね塗りの大切なポイントでしたね。軽い筆圧で重ねていきます。最初に塗った色を溶かさないように重ねていきましょう。手前ほど暗くすると距離感が見えてきます。これは画面左側にある大きな木の影がこの黄色い丘の上に影を落としているという表現ですね。さあ大きく重ねました。どうですか？重ねてある最初の色がちゃんと見えてるでしょ？はい。さあ、これでフラットの糸重ね塗りですね。では乾かしてみましょう。そしていらない鉛筆の線を消して、はい。フラットの糸重ね塗りの絵の出来上がりです。